今日は日本の労働文化についてお話ししていきましょう。日本の労働文化といえば、勤勉や責任感という言葉がよく思い浮かびます。長時間労働やチームワークを重視する姿勢など、日本特有の文化がいくつもあります。それでは、日本の労働文化を詳しく見ていきましょう。日本の労働文化で特に有名なのは長時間労働です。多くの会社員は定時が終わっても仕事を続けたり、同僚と一緒に残業したりします。このような長時間労働の背景には、仕事に対する責任感や上司や同僚に対する配慮が関係しています。例えば、同僚がまだ働いているのに自分だけ早く帰るのは気が引けると感じる人が多いです。このような習慣がいわゆるサービス残業を生む原因にもなっています。しかし、長時間働くことが必ずしも生産性に結びつくわけではありません。皆さんの職場ではどのくらいの時間が労働に費やされていますか？日本の労働文化には長い間年功序列と終身雇用という制度が根付いていました。年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて給与や地位が上がる仕組みのことです。一方、終身雇用は一つの会社で定年まで働き続けるという考え方を指します。これらの制度は従業員に安心感を与え、会社に対する忠誠心を高める効果がありました。しかし、近年ではグローバル化や経済の変化により、これらの制度が崩れつつあります。若い世代の中には、キャリアアップや自分のスキルを活かすために転職を選ぶ人が増えています。このような変化について皆さんはどのように感じますか？日本の職場では個人よりもチーム全体の成功が重視される傾向があります。例えば、会議では全員が意見を出し合い、結論を出すまでに時間をかけることがよくあります。これはすべてのメンバーが納得してから行動する和の精神を大切にしているからです。さらに、社員同士の絆を深めるために飲み会や社員旅行が頻繁に行われることも特徴的です。ただし、このようなチームワーク重視の文化が個人の意見を言いにくい雰囲気を生む場合もあります。皆さんの職場では意見を自由に言える環境が整っていますか？最近の日本では働き方改革という言葉が注目されています。政府や企業は長時間労働を減らし、ワークライフバランスを改善するための取り組みを進めています。例えば、テレワークやフレックスタイム制の導入、有給休暇の取得促進などが行われています。これにより、従業員がより効率的に働き、自分の時間を大切に
できる環境が少しずつ整いつつあります。しかし、これらの改革がすべての職場で実現しているわけではありません。皆さんの働き方はどのように変わりましたか？日本の労働文化は勤勉さや責任感、チームワークを大切にする反面、長時間労働や個人の自由が制限される側面もあります。しかし、近年の働き方改革により、新しい価値観や柔軟な働き方が広まりつつあります。これから日本の労働文化はどのように変わっていくのでしょうか。私たち一人一人が自分に合った働き方を見つけることが大切です。皆さん、どうですか？どのぐらいわかりますか？コメント欄で教えてください。いつも応援してくれてありがとうございます。今日は日本の労働文化についてお話ししていきましょう。日本の労働文化といえば、勤勉や責任感という言葉がよく思い浮かびます。長時間労働やチームワークを重視する姿勢など、日本特有の文化がいくつもあります。それでは、日本の労働文化を詳しく見ていきましょう。日本の労働文化で特に有名なのは長時間労働です。多くの会社員は定時が終わっても仕事を続けたり、同僚と一緒に残業したりします。このような長時間労働の背景には、仕事に対する責任感や上司や同僚に対する配慮が関係しています。例えば、同僚がまだ働いているのに自分だけ早く帰るのは気が引けると感じる人が多いです。このような習慣がいわゆるサービス残業を生む原因にもなっています。しかし、長時間働くことが必ずしも生産性に結びつくわけではありません。皆さんの職場ではどのくらいの時間が労働に費やされていますか？日本の労働文化には長い間年功序列と終身雇用という制度が根付いていました。年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて給与や地位が上がる仕組みのことです。一方、終身雇用は一つの会社で定年まで働き続けるという考え方を指します。これらの制度は従業員に安心感を与え、会社に対する忠誠心を高める効果がありました。しかし、近年ではグローバル化や経済の変化により、これらの制度が崩れつつあります。若い世代の中には、キャリアアップや自分のスキルを活かすために転職を選ぶ人が増えています。このような変化について皆さんはどのように感じますか？日本の職場では個人よりもチーム全体の成功が重視される傾向があります。例えば、会議では全員が意見を出し合い結論を出すまでに時間をかけることがよくあります。これはすべてのメンバーが
納得してから行動する和の精神を大切にしているからです。さらに、社員同士の絆を深めるために、飲み会や社員旅行が頻繁に行われることも特徴的です。ただし、このようなチームワーク重視の文化が個人の意見を言いにくい雰囲気を生む場合もあります。皆さんの職場では意見を自由に言える環境が整っていますか？最近の日本では働き方改革という言葉が注目されています。政府や企業は長時間労働を減らし、ワークライフバランスを改善するための取り組みを進めています。例えば、テレワークやフレックスタイム制の導入、有給休暇の取得促進などが行われています。これにより、従業員がより効率的に働き、自分の時間を大切にできる環境が少しずつ整いつつあります。しかし、これらの改革がすべての職場で実現しているわけではありません。皆さんの働き方はどのように変わりましたか？日本の労働文化は勤勉さや責任感、チームワークを大切にする反面、長時間労働や個人の自由が制限される側面もあります。しかし、近年の働き方改革により、新しい価値観や柔軟な働き方が広まりつつあります。これから日本の労働文化はどのように変わっていくのでしょうか。私たち一人一人が自分に合った働き方を見つけることが大切です。皆さん、どうですか？どのぐらいわかりますか？コメント欄で教えてください。いつも応援してくれてありがとうございます。